あなたにはどんな手を使ってでも手に入れたいものがありますか？遡ることおよそ4年前の2018年2月28日、アメリカネブラスカ州オマハ。この日、法廷では一人の男の裁判が行われていました。男の名はアンソニー・ガルシア45歳。クレイトン大学、ルイジアナ大学など複数の大学の医学部に勤務経験のある医師でした。ガルシアには元同僚やその家族らを含む4名を殺害した容疑がかけられていたんです。そしてこの日まさにガルシアに判決が下されようとしていました。厳粛な空気の中、裁判官は静かにこう言い放ちます。被告人アンソニー・ガルシアを死刑とする。裁判官のこの言葉にガルシアは何のリアクションも取れずにいました。しかしそれは判決にショックを受けてのことではありません。判決が言い渡されるその瞬間、なんとガルシアは居眠りをしていたんです。死刑判決が下されたその瞬間、居眠りをしていた犯人アンソニー・ガルシア。裁判の席でも反省の色を見せない彼の犯行動機とは。ガルシアが犯した数々の殺人はどうしても叶えたい夢の代償だったんです。おそす、彼女じゃなくて好きな人が欲しいんだよ。ケンちゃんです。なに私の美貌の秘訣？大丈夫。メトラーからの愛です。闇あみこです。なんで遮ろうとしたのよ。本日ご紹介するのはアメリカの殺人犯アンソニー・ガルシアについて。医師として働いていたこの男は元同僚やその家族など計4人を殺害したんです。そしてその動機が非常に身勝手なものだったがゆえに注目を浴びた事件だったんです。同僚を狙ったってさ、よほど職場納得のいかないことでもあったんじゃない？そうなんです。そしてそのあまりの納得のいかなさがゆえかわかんないんですけど、裁判中もね、一切悪びれる様子もなかったんです。一体ガルシアはどんな事情に突き動かされていたのか。まずはその事件の概要から見ていきたいと思います。狙われた首元。遡ることおよそ14年前の2008年3月13日、アメリカネブラスカ州オマハ、クレイトン大学医学部に勤める医師ウィリアム・ハンターはいつものように仕事を終えて帰宅しました。しかしこの日、自宅で彼を待っていたのは明らかに非日常的な光景だったんです。一体誰がこんなことを？そう、ハンターの自宅には血まみれの遺体が転がっていたんです。亡くなったのは家政婦のシャーリー・シャーマンとハンターの11歳の息子トム。被害者2人はそれぞれナイフで首を切り裂かれており、何者かに殺害されたことは明白でした。しかし現場の状況以外に証拠はなく、被害者の交友関係に不審な点も見られなかったため、警察の捜査は難航。事件は当時として未解決のままにされてしまったんです。息子を失った上にさ、犯人わからないの。怒りのぶつける場所どこに向けたらいいかわかんないわよ。そうですよね。家に帰ってね、息子が亡くなってたってもう絶望以外何者でもないですよね、本当に。そしてこの事件、迷宮入りしたかに思われたんですが、数年後、なんとこの事件、動き出す。ハンター家の凄惨な事件から5年後の2013年5月14日、当時と同じネブラスカ州オマハでまたもや殺人事件が発生しました。被害者はロジャー・ブルームバックという男性とその妻メアリー。警察はこの事件の捜査である事実に気がつくんです。おい、クレイトン大学って確か5年前のあの事件の医者もそうだったよな。被害者のブルームバックはクレイトン大学医学部に勤務していた医師。5年前に息子を殺害されたウィリアム・ハンターの同僚でした。そして警察がこの事実に気がついたことには理由があるんです。今回殺害されたブルームバックとメアリーは自宅にあったナイフで首を切り裂かれていました。そう、2人は5年前のあの事件と全く同じ手口で殺されていたんです。さらにこの犯行手口はハンターやブルームバックの職業との関連性を伺わせるものでもありました。なぜなら被害者4人がいずれも頸動脈を狙うように切断されていたから。検視結果を知った警察官は確信した様子でつぶやきます。これは素人の仕業じゃない。犯人は医者だ。サスペンスでさ、頸動脈がどうのこうのって話よく出てるんだよね。頸動脈っていうのは人体にあるね、無数の血管ねあるじゃないですか。その中でもね、生命維持において一番重要と言ってもいいぐらい大事なね、血管なんです。というわけでね、本日のメトラキーワード、頸動脈について。頸動脈は首の中を通る血管のことで、心臓から脳や顔面に血液を送る非常に重要な役割を担っています。具体的には脳につながる内頸動脈、顔面につながる外頸動脈があり、首の部分で枝分かれして、それぞれ脳と顔面に血液が運ばれるようになっているんです。内頸動脈は首の部分で左右に分かれており、それぞれが脳の血流の 40% 程度を担っています。もし切断されれば、1分以内に出血多量で即死するとされているんです。被害者全員が頸動脈を狙って切られていたこと
ことから、警察は容疑者をハンター、ブルームバックの両者と接点のある医師に絞って捜査を進めます。するとすぐさま一人の人物が浮かび上がってきました。その人物とはアンソニー・ガルシア40歳。研修医時代にハンター、ブルームバックの下で働いたことのある医師でした。すでに証拠も掴んでいた警察は2013年7月15日、ガルシアを逮捕。そしてこの後、ガルシアの裁判を迎えた関係者各位は法廷での彼の振る舞いに唖然とさせられることとなるんです。裁判で一体何したっていう？気になりますよね。この裁判によってガルシアの犯行が裏付けされると同時に、彼のとんでもない人間性ってのも露呈することになったんです。殺意の痕跡。2018年、ガルシアの逮捕から5年の月日が流れ、彼の裁判も佳境を迎えようとしていました。この日、最初に口火を切ったのはガルシアの弁護士。被告人を犯人とする根拠は状況証拠しかありません。現場に被告人がいた形跡がない以上、被告人を犯人と断ずるのは無理があります。そう、ガルシアは被害者との関係性や犯行手口から容疑をかけられていたんですが、現場には一切物証が残っていませんでした。凶器となったナイフの指紋も綺麗に拭き取られており、ガルシアがその場にいたことを証明するものは何もないと思われていたんです。しかし、弁護士の主張を聞いた検察官はすかさず反論します。被告人が事件当日、現場付近にいたことは確実です。こちらの資料をご覧ください。検察官がそう発言すると、法廷のスクリーンには数字の並んだ明細のようなものが映し出されていました。数字の並んだ明細って言われても、それが事件とどう関係してんの？それがですね、この明細はガルシアが事件当日に取っていた行動を裏付けるものになるんです。2013年5月14日、とあるレストランを訪れたガルシアは、グラスの中で弾ける泡を眺めながら、つい2時間前に会ったある男のことを思い浮かべていた。ブルームバックのクソ野郎め。あいつのせいで俺は。そう思考を巡らせるガルシアだったが、次第に虚しさがこみ上げてくる。いくら恨み事を並べても、自分が置かれている状況は何一つ変わらないからだ。クソ。ガルシアはそう吐き捨てると、残っていたビールを一気に飲み干す。会計。近くにいたウェイターに呼びかけたガルシアは、財布からおもむろにクレジットカードを取り出した。ガルシアが後にしたその店はネブラスカ州オマハのレストラン。2時間前、ブルームバックが殺害された現場から目と鼻の先の店だった。検察官が出した明細ってもしかしてクレジットカードのこと？そうなんです。そして検察官はこの後さらにガルシアを追い詰めていくんです。被告人の自宅は現場から1000キロ離れたインディアナ州。事件当日偶然オマハのレストランに居合わせることなんてありますか？ガルシアのクレジットカードの明細の記録を証拠にそう言い放った検察官。さらに続けて検察官はこう説明します。それだけではなく被告人は犯行の数日前に被害者の住所を調べているんですよ。そう、ガルシアのパソコンのアクセス履歴には被害者ブルームバックの住所を調べていた形跡がしっかり残っていたんです。言い逃れできないほどの状況証拠が並べられ、法廷に緊迫した空気が漂います。ガルシアは一体どのような思いでこの話を聞いていたのか。法廷に居合わせた一同は自然と彼の方へと視線を向け、同時にあっけに取られていました。なぜならこの時ガルシアは居眠りをしていたから。自分の裁判なのに一体どういうつもりなのよ。まあありえないですよ。人を殺しておいてね、このような態度。しかしガルシアにもある事情があったんです。そんな彼の過去について振り返って見ていきたいと思います。期待と失望。1973年、アンソニー・ガルシアはカリフォルニア州ロサンゼルスで生まれます。ガルシアは幼少から両親に常々こう言い聞かされて育ちました。将来は立派な医者になるんだぞ。工ルシアの母親は看護師でしたが、その仕事に就くために人一倍の苦労を強いられたといいます。彼女は貧しい家庭で育ったため、看護学校の学費も自分で工面しなければならなかったんです。ガルシアには私の時みたいな班ではない。この子はきっと立派な医者を目指せるわ。自身の過去の経験から勉学に集中できる環境を与えられたガルシアに一層の期待を抱く母親。さらに将来ガルシアがお金に困ることがないように、両親は願いを込めて口癖のように彼に医師になることを勧めていたんです。こうして迎えた1999年、両親の期待に応えて邁進したガルシアはユタ大学の医学部を卒業。27歳にしてついに医師になるというその夢を叶えることになるんです。クレイトン大学で働けることになったよ。笑顔でそう告げるガルシアの姿を両親は何より誇らしく思っていました。クレイトン大学ってさ、被害者だったお医者さんが勤めてた大学よね。そうなんです。後に被害者となる上司の医師の下で働くようになって、一見その関係性っていうのはうまくいっているようにも見えていたんです。
です。研修医としてクレイトン大学で働くことになったガルシアですが、実はその期間は1年ほどと非常に短いものでした。一緒に働けなくなるのは残念だが、イリノイ大学でも頑張ってくれ。向こうの先生たちにも君のことをよろしくと伝えてあるよ。そう言って寂しげに笑ったのは、この1年ガルシアがお世話になった上司ウィリアム・ハンターでした。ガルシアは諸事情でクレイトン大学から移動することになり、ハンターはその際に少しでもいい現場に勤務できるようにと口利きをしてくれたんです。ところがそれから2年後の2003年、ガルシアは体調不良を理由に突如としてイリノイ大学を退職。その直後、驚くべき行動に出るんです。おい、兄さん、何バカなことやってんだ。ガルシアの自宅ガレージに青ざめた表情で飛び込んできたガルシアの弟。そう、ガレージの中ではガルシアが排気ガスで自殺しようとしていたんです。この時、弟がすぐに気がついたことでガルシアは一命を取り留めるんですが、彼が何らかの事情に絶望していたことは誰の目に見ても明らかでした。一体何があったのよ。だって上司のハンターはさ、移動の時もお世話してくれたんでしょ。恨みを抱く理由がどこにあるのよ。実はこの移動っていうのは大学側の都合での移動ではなかったんです。なんと、ガルシアが抱えていたある重大な問題が関係していたんです。恨みの果て。お疲れ様です。ああ、今日も色々ご苦労だったな。仕事を終え、帰り支度をするまでのわずかな時間、ガルシアは周囲の医師とにこやかに会話を交わしていた。2008年2月、数年の療養を終えたガルシアはすっかり生気を取り戻し、新しくルイジアナ大学に医師として勤務するようになっていたのだ。経験こそ浅いものの、勤務態度は真面目で評判が良く、同僚の医師からも期待されていた。しかし、ガルシア、疲れているところ申し訳ないが、ちょっと話がある。ガルシアの上司はいつになく神妙な面持ちで彼を呼び出した。そして誰もいない部屋へガルシアを連れて行くと、上司はこんな話を切り出す。ガルシア、君は嘘をついているね。上司の言葉にガルシアは頭の中が真っ白になった。ただ、この後何を言われるのか、彼はすでに悟っていた。上司は続けざまに言う。君は、研修医の課程を修了していないだろう。どういうこと？実はね、ガルシアですね、経歴詐称してルイジアナ大学に就職していたんです。まったく、君は何度同じミスをすれば気が済むんだ。激しい剣幕で怒鳴る上司を前に肩を落とすガルシア。クレイトン大学に勤めていた頃、毎日ミスを連発していた彼の評価ははっきり言って最悪でした。さらに、ガルシア先生ってなんかいつもムスッとしててとっつきにくいよな。ああ、この間なんてちょっと資料を動かしただけでも怒鳴られたぜ。自分はミスばっかりのくせに。いつも上司から叱責を受けてばかりのガルシアは常にイライラしており、同僚からの評判も良くなかったんです。ストレスのせいか出勤が億劫になり、遅刻してしまうことも珍しくありませんでした。そんなガルシアの様子を見かねた大学上層部は、研修医となって1年もしないうちに彼に解雇を言い渡すんです。ガルシアは異動だったんじゃなくて、普通にクビにされてたの？そうなんです。上司のハンターに異動のように見せかけるように動いてもらったね、温情の結果だったんです。ずっと医者になろうと頑張ってきたのに、父さんと母さんにはどう言えばいいんだよ。大学から解雇を言い渡され途方に暮れるガルシア。そんな時助け舟を出してくれたのが上司のハンターでした。ここでの失敗を生かしてイリノイ大学でもう一度やり直すといい。ガルシアの医師という仕事にかける熱意を知っていたハンターは彼を放ってはおけませんでした。しかしそんなハンターの計らいも虚しく、ガルシアはイリノイ大学に移った後も研修医の課程を修了できないまま退職してしまうんです。そう、当時のガルシアの自殺未遂は幼少期から必死で勉学に励んできていたにもかかわらず、結局医師になれなかった自分に絶望してのことだったんです。イリノイ大学に移った後もさ、うまくいかなかったってことだと思うけど、それでまたその上司のハンターに恨みが向くってのもやっぱりわかんないわよ。まあ、自分が最初も悪いですからね。ですがね、ガルシアにとってはハンターに対してね、何を思っていたかっていうと、経歴詐称が発覚する経緯とハンターのあれなんです。どういうこと？ガルシアは3つ目の職場のルイジアナ大学に入る際に研修医の課程を修了していると嘘をついて就職しました。しかしルイジアナ大学の職員はガルシアの経歴を調査するために彼が最初に勤めていたクレイトン大学に連絡。彼の嘘はすぐにバレてしまうんです。そしてこの時ルイジアナ大学に事情を説明したのがハンターだったんです。こうして数年越しに医師として復帰できたと思った矢先、ガルシアは再び解雇を言い渡されることに。またしても医師への道を断たれてしまった彼はもはや怒りを抑えられなくなっていました。あいつが余計なことを言わなけりゃ。ハンターの息子と家政婦が殺害されたのはそれからわずか2週間後のことだったんです。何よそれ。自分が研修医としてさ、ちゃんと務められなかったのが悪いんじゃない？逆恨みも甚だしいじゃないの。でもこれ、ハンターの家族だけじゃなかったでしょ、狙ってんの。実はね、ガルシアがね、また証拠にもなくね、医者になろうとした結果だったんです。
。ハンターの家族を殺害した翌年の2009年、ガルシアはまたも経歴詐称をしてシカゴの病院へ勤務。しかし2012年9月、再び経歴確認に引っかかり解雇されてしまうんです。この時ガルシアの経歴を報告したのは、ハンターと同じクレイトン大学の医師、ブルームバック。この半年後、彼は妻と共にガルシアに殺害されてしまったんです。最終的にガルシアには2018年2月28日、計4人を殺害した罪で死刑判決が言い渡されました。ガルシアが裁判でふてぶてしい態度をとっていたのは、幼少期から志してきた医師の道を閉ざされたがゆえの落胆からだったのかもしれません。しかし、医師になれなかった腹いせに殺人を犯すような人間に人の命を預かるその仕事が務まるとは僕には到底思えません。何のために医師が存在するのか、肩書きばかりにとらわれず真摯にその仕事に向き合えていれば、ガルシアもまた違う未来を迎えられたのではないでしょうか。